にちは。無印良品のリノベーションの工事部責任者の川上です。本日は私たちのリノベーションインフィルゼロの施工についてご紹介させていただきます。インフィルゼロでは既存の床や壁、天井をすべて取り払い、スケルトンの状態に戻すところから始まります。壁を壊してみると実は漏水していたなんてことが実は結構ありましてですね、そういったところをちゃんと見つけて修繕をしてからやり直すということが安心につながるかなと考えています。中古住宅ではおよそ9割にも及ぶ物件で断熱不足と言われています。仕切りの少ない自由な間取りを実現するためには住まいの断熱性能は見過ごせない要素です。断熱材は性能の高いフェノール樹脂断熱ボードを使用しています。既存の断熱と新しい断熱を間の空気層がなるべく狭くなるように貼り付けることでとも断熱性を高めています。貼り付けた断熱材をきちんと面で密閉することで内部で結露することも防いでいます。でお引き渡した後お施主様から暮らしてみて実感したで驚いたっていうお声を多くいただいています。インフィルゼロのコンセプトの通り長く使えるように塗装の仕上げを標準の仕様にしています。クロスだとどうしても10年15年でちょっと伸縮してきて目地が開いてしまうとかがあるんですけれどそういったことが塗装にはありませんので、状態が良ければ20年30年も劣化しないと言われています。簡易的なタッチアップも可能ですので定期的にオーナー様には補修の方法をレクチャーするイベントも開催しております。使用している塗料は光の反射が少なくてとても柔らかい表情が特徴です。塗装の仕上げの場合は継ぎ目がありませんのでスケール感が消えるんですね。そうするとこのインフィルゼロの広い空間にとてもよく馴染みます。おそらくですけどビニールクロスでしたらこの面積だと、2日か3日ぐらいで施工できると思うんですけど塗装の場合は、10日ぐらいかけて仕上げています。で10日のうちそのうちほとんどが、もう下地の処理に費やしています。パテを2回から3回に分けてしごくんですけれども、どうしても石膏ボード自体に段差がありますので段差をなくすためにフラットな面に仕上げるために目の粗いパテから始まって中くらいのものとあと上塗りのパテとだんだん細かくしていきながら段差を消すような作業を1週間ぐらいかけてやっています。クロス張りがほとんど主流ですから住宅で内装塗装で仕上げるっていうことがほとんどないんですよね。ですからよっぽど建築家の方の住宅ですとか、そういったところでは塗装仕上げにすることってあると思うんですけれども件数自体はものすごく少なくてですから施工できる内装塗装の職人さん自体がものすごく少なくて希少なんです。幸い内装塗装の熟練の方っていうのが数多くいらっしゃって全ての物件でこのクオリティで、施工できています。建具も全て、壁や天井と同じ色に調色して塗装で仕上げています。一般的にはシート張りの建具が圧倒的に多いんですけれどもインフィルゼロでは塗装の仕上げにこだわっています。壁や天井と建具を同質化させたいっていうコンセプトがありまして塗装の仕上げに
こだわっています。基本の仕様は設定しているんですけれども、寸法は全てオーダーで1本ずつ製作しています。ですのでこちらでは北側全面に収納を設けているんですけれども、端から向こうの端まで全て建具で通すことができます。そうですね、この枚数をつなげるのはむちゃくちゃ難しいですね。はい、実際に立て付けにはかなり手間をかけて施工していただいています。大手のハウスメーカーさんでの実績、納入実績っていうのが豊富ですので、専門の職人さんのスキルが皆さんすごく高いですよね。仕上がりにもものすごくこだわってらっしゃるんだなっていうのは伝わりました。そこの部分が一番ですかね。他にももちろんあるんですけれども、かち戸に、MS 板を差し込むときに接着剤を塗っていただいているところを見せていただいたんですけれども、接着剤の量というかはみ出さないような絶妙な量で塗っていただけているところを初めて私今回見学させていただいたんですけれども、これはすごいなと思ってびっくりしたんですけれど、以前ははみ出しちゃうことが結構あったんですよ、正直。でそれをはみ出さないようにやってほしいっていうことを伝えてたんですけど、なかなかできていなくて、でそれが本当綺麗にはみ出さないように施工してくださっていたので、ボンドを塗るガンっていうのもあれ初めて見たんですけれど、ああいう道具もあるんだなっていうことも初めて知って、だから実は僕たちの見ていないところで実はこういうふうに工夫してやってくださっているんだっていうのはまだまだ他にも知らないこといっぱいあると思うんですけど、ああいうこだわりを聞かせていただくっていうのはすごい嬉しいですね。一番嬉しかったのは工場の皆さんがどう工夫しようかとかっていうことを割と若い30代の職人さんたちがすごく前向きにいろいろ検討してくれているってお話を聞けて、シンプルなものを作るってやっぱりその分難しさも多いんですけれども、そこをどう作ればいいのかっていうのを考えながら工夫しながら非常に前向きにやってくださっているというか挑戦していただいているというかですね、そういった雰囲気とか皆さんの姿勢っていうのは一番嬉しかったですね。はい、やっぱり塗装の職人さんもそうですし建具の職人さんもそうなんですけれど、やっぱり普段よりも少し丁寧に施工していただくっていうことを心がけていますね。こんなもんだろうって言ってやらずに。無印良品のものづくりには3つの原則があります。素材の選択、工程の点検、包装の簡略化なんですけれども、業界の慣例を見直すっていうのがすごく無印良品らしいことだなって私は思ってまして、塗装の仕上げだとひび割れがしやすい、それが当たり前だってされてるんですけれども、でも工程を見直して使ってる素材も見直して、もう少しこの部分こうすればクラックがひび割れが入らなくなるんじゃないかっていうことを試行錯誤して今の施工方法になってるんですけれども、そういった見直しをする、慣例を見直すっていうところが一番こだわっているポイントなんですね。商品のコンセプトのこだわりを実際に具現化する、形にするっていうところがこの施工管理の仕事の上でのすごくやりがいというかですね、面白みかなと思っていまして、やっぱり施工が難しいとかいろんなリスクがありますので、塗装の仕上げを標準の仕様に採用するっていうハウスメーカーもほとんどないと思いますけれども、やっぱり理由としてはそういうリスクを避けるためだと思います。でもそこをあえて無地ハウスは標準にしていますので、
チャレンジするつもりで10年間やってますね。はい。